ようございます。ペイです。今回は北アルプスの山々の美しい雪景色を抜ける青空の下で見ようと3泊3日のキャンピングカー車中泊旅へ出発しました。事前の天気予報では少し雪は舞うもののおおむね良好な空模様で暖かさも続くとのこと。もしかするとジャンバーもいらないような早い春も感じられるかもしれないと期待も大きくなりました。そして到着した岐阜県の奥飛騨温泉郷では絶景の山々を望みながら極上の温泉三昧、もう最高だと思いきや天候がだんだん怪しい方向へ、気温もどんどん下がる一方でとうとう私たちの車中泊旅の最低気温記録を更新してしまいました。そしてパラパラだった雪も次第に強くなり、前回の旅に引き続き猛吹雪へ。山の深い雪の中では謎の動物との遭遇もあり、ヒヤヒヤする体験も。本日は北アルプスの壮大な景色をバックに奥飛騨温泉郷を巡る3泊3日キャンピングカー車中泊旅、その2日目の模様をお届けします。よろしくお願いします。母ちゃん、今日の晩飯は何ですか？今日はもうあるもんでピザ出来合いを、に上にトッピングして野菜とかトッピングして、もう焼いて出すだけ、いい感じでいいですかね。全然いい、簡単だけど全然いいです。ちょっとこういうのニンニクで、ニンニク持ってきたの？ニンニクはあったの、なんか鷹の爪と、そうや前買って置いてあったんや。ちょうどいいね。ちょっと使わせてもらおうかと。ちょっとな、レンジを使うと他の電化製品が使われへんねんな。ちょっと止まったりするので、レンジが飛ぶことはないけど止まんねんな、レンジが勝手に。で止まってなんか電力調整してまた動いたりとかするな。そう、だからもう FF ヒートも一旦消してから、先に電子レンジで解凍とか冷凍してるもん解凍して、炒めやすくとか焼きやすくしといてから、全部終了したら電子レンジ終わってから FF ヒーター使ったりお湯を沸かしたりっていう。電子レンジやな。だから電子レンジがやっぱ強烈に使うねんな、電力を。レンジだけ気をつけなあかんね。電子レンジがね。はい。じゃあお願いします。なぎちゃんのとなんかよくわからんくなってきたね。それなぎねやな。遠慮なくいただくわ。なぎちゃんも一緒のもん食べて。ガスいける？なんかまあ多分これカレットがもう少弱いな。ないんかな。それかけたらあかんね。料理。ちょっとおもろい話が変わってしまうし。違うもんになってる。これ、いったほんまやね。そうやね。すごい。やっぱちょっと強火の方が美味しそうやね。いい匂いしとる。そっか。今日からですね、初めてキャンピングカーのトイレを使ってみようと思って、これはラップルのタイプ B なんですけど、今日はいろいろやってみようと思って、ショーの方をね、すいません、お食事中の時に、ショーの方だけですけど、もちろん。で、それを、ラップして、で、捨てるっていう、燃えるゴミで捨てるっていうことになるんですけど、あんまり、液体状、ちょっとできるだけオブラートに包みたいんですけど、液体状にならないようにしたいなと思って、
で、まあ、猫砂と、で、ナギのに使ってるペットシートとこんなにしなくてもいいんですけど、もちろん。で、凝固剤を入れました。まずは、いろいろね、やってみて、一番、なんかこう、まとまりのいいものにしようかなと思います。ただ、この機械は、結構ラップするときに、うわーって音がね、うるさいんですよね。で、それがね、すぐに圧着できないんで、結構長くかかっちゃうんですね。なので、まあその辺もね、含めて、まあ使ってみようと思ってます。もう寒い時とね、雪が積もってる時に、外のトイレに行くのはちょっと辛い。はい。じゃあそんな感じで、いろいろ快適計画していきます。お待たせしました。できましたか。ピザ1枚お待たせしました。卵も乗ってる。これはもう家から。美味しそう。いいですね。洋風で今回は。ゆで卵を上に切って入れました。はい。じゃあいただきましょう。はーい。もう FF ヒーター入れていい？こっち閉めとこうかじゃあ。もうちょっとだけ開けとこうかな。そうやね。しまった。また FF ヒーター入れるなぎこっちおいで。こっち。いや。ななちゃん。どんだけぐうたら。ななちゃん。後ろでクッションみたいになっとるで。全然動かない。もうあかんない。もう全然疲れちゃってあかんねん。疲れちゃった。今私たちがいるのは、お昼ご飯を食べた道の駅奥飛騨温泉後の上宝だったと思います。上宝、ちょっとこれ確認しますね。で、今の時刻は、7時13分。で、外気温は、ちょっと室内はね、さっき窓を開けながら、ガスを使ってたんで、窓を開けてたんで、11.5 度、今 FF ヒーターつけたばっかりなんで、まだちょっと低いですけどね。で、外気温はマイナス 0.2 度ですね。で、今日はね、そんな雪降ると思ってなかったんですけどもね、結構降りましたね。でも積もれへん雪やったな。前の兵庫県は積もる雪がどっと降ったけどね。家内がね、こんばんは。即席。ピザを、俺ピザを作ってくれたんでね、これと、でこれも、いろいろ混ぜてね、作ってくれました。じゃあ、いただきたいと思います。もうナギはね、疲れて、もう疲れ果てて、もう寝てます。もう全然動かない。もう雪で遊びしたらめっちゃ疲れるね。お尻で押しても全然動かない。いただきます。いただきます。なんかちょっと焦げ目に焼いたんやけど、なんていうか柔らかすぎたら美味しくないもんね。パリッとがなかなか難しくて。おいおい。なんかあれみたい。朝マックのうまいな。エッグマフィン、ソーセージエッグマフィンに似てる味。これ足したら？ナギはどんどん賢くなる。なんかどんどん優しくなる。優しくなったな、また。何やろな、ちょっとジェントルマンになってきたかな。ちょっとね。結構クールだしね。母ちゃん、雪やんだね。やみましたね。すごい冷たい空気が入ってくる。美味しいご飯やな。ちびちび。キャンピングカーすげえな。すごいね。本当に。おお、母ちゃん、それは夜食のラーメン。夜食のラーメン、ちょっともうちょっとめっちゃうまそうやね。いいですね、夜食のラーメン。ちょっと具何にも入ってないけど。いいです。全然いい。初めてやね、ラーメン。ラーメン初めて。嬉しいです。だからね、インスタント。なんかキャンピングカーでインスタントラーメンってなんか当たり前のようでさ、初めてやな。そうやな、初めてやな。初めてやわ。なんか
ちょっと贅沢な気分になるのね。ぼっち立派な足裏になったね。なぎしゃまお口が開いてますけど、お口開いてますよ。意地悪な顔になってますよ。入れ歯みたい。健康な歯ですね。このポーズ好きだね。裏返りのポーズ。ここで3人で寝る？広いし。広いな。3人で寝る？なんなんその無理やり感。耳当てしてんのかって。え？寝るのか？食事も終わってそろそろ寝ようかな。もう食べたら眠いなってます。ただいまの時刻は9時24分ですね。で、外気温はね、マイナス1度が最低ですかね。まあなんかマイナス 0.9 度とか、またマイナス1度とか、その辺を前後してますけどね。まあ寒いは寒いですね、やっぱりね。ちょっと湿気があるから余計なんか寒く感じるかな。積もらない雪が降ってなんかしんしんと冷えるっていう感じがするね。ちょっとそんな感じもするね。底冷えな感じがね。ベッド展開ねしてみたら結構広く寝れるから。そう。今日久しぶりにねベッド展開をしたんですよ。そしたらいつもはねここテーブルまあすぐ次の日が移動とかってなってるともうその時間がもったいないんで家内はテーブルをつけたままで寝てたんですよね。でそれでも全然寝れるっていう話だったんでそうしてもらってたんですけど、こっちを全部ベッドにしてみると久しぶりにしたらやっぱり広いね。3人で寝れるよ。耳当てしとるかって私はバンクで寝かしてで、ね、前ここで寝たらさ一人なぎと行った時に寝られへんかったん全然。クッションがねちょっと自分には柔らかすぎたわ。高級だね。母ちゃん高級俺せんべい布団がよう匂ってんで、あとはねバンクの窓から景色が見えるのが好き。夜とかでもなんかね寝台列車みたいな気分なんですよ。寝台列車の2段ベッドの上に寝てる気分ですかね。上って窓なかったかもしれんけどなんかこう外を見たい時に見て、いつぐらいやったかな、初めて寝台列車に乗ったいつやったかな。結構若い時にね乗ったんですけど、もうそれがね楽しくてね結局寝れなかったんですけど、なんかこうことあるごとに外見てでまた閉めてとか、駅に着いたらその光が入ってきてとか、そのたんびに目覚めてここかとかっていうのがもうめっちゃワクワクして、バンクベッドはね2段ベッドの上になるんですごく眺めが良くてね、朝とか起きたらすごい景色が綺麗だったりとか、そういうのも楽しめてね、小窓がいいんですよじゃあね今夜はもうそろそろ寝たいと思います。でそうトイレ
また明日の朝報告します。どんなんだったかちょっと不安やけど一度使ってみます。じゃあおやすみなさい。現在の時刻は10時21分です。気温はマイナス 0.9 度ですね。変わんないですね。じゃあ寝ます。おやすみなさい。おはようございます。天気は雪かな。雪止んでますね。よいしょ、こんな感じで。うわ、寒い。おはようございます。昨日の夜雪が結構降ってたんでだいぶ積もるかなと思ったんですけど、もう雪止んでてうっすらしか道には駐車場には残ってないですね。よかったです。そうで、昨日ね車内のトイレを使うっていうお話をしたと思うんですけど、一晩使ってみて、めっちゃ快適でした。寒い中で外にトイレに行かなくていいっていうのはこれはもういいなと思って、夜もね結構トイレに行くと1回から目が覚めてたんですけど、そのままねトイレに行っても眠ることができたんで、これはこの先快適に車中泊ができるなと思ってよかったです。ね、ただいまの気温なんですけどマイナス 0.5 度ってなってるんですけど、ちょっとね外の気温計さっきはねついさっきまでねこのマイナス 2.7 度になってましたね。で今なんか急に 2.8 度ぐらいまで上がって、で今またマイナス 0.9 度とかどんどん下がってきてますかね。はい。で時刻は7時42分です。もう起きたいと思います。はい。じゃあ本日もよろしくお願いします。俺にやったらありがとう。ねじちゃん。はい。おはようね。そこで甘いからまた毛だらけ。おはよう。おはよう。おはようだんし。おはようだんし。そこはええねんな。こっち行ってない。こっちこっち。おはようございます。道の駅奥飛騨温泉郷の、上田から今出発しました。でこれから、昨日ね天気が悪くってあんまり綺麗に撮れなかった北アルプス大橋のところにもう一度戻って景色を撮り直したいなと思います。でその後はねちょっと今のところは予定をまだ決めてません。なのでまたねそこへ行ってから次の予定は考えたいと思います。じゃあ行ってきます。本日もお願いします
かな。必要ないやろ。こうとるやって。よいしょ。だけどお水が欲しいって。あ、飲みに行こうか。よいしょ。今日はついてないかな。ついてないと思うけど。ゆきんこが。大丈夫？大丈夫。大丈夫。よかったね。大丈夫。よいしょ。じゃあもうええか。かわいい。いっぱい遊んだ。やってね。ナギジャンプ。ナギジャンプやって。ジャンプジャンプ。ジャンプナギ。ナギ全然じゃ横におるで。長く難しいってんで。長く難しっとったで。何じゃん、こうしてくれたら。とね、これがやりたいとか言ってるけど、これやれ言ってるじゃん、やりたいって言ったんですよ。はい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 。ナギ、じゃあそこにタッチやって、ナギ、向こうやって、向こう行って。はい、ナギ外じゃない、はい、こっち行って。ナギ、ナギ、こっちこっち。ナギ、はい、ここ、向こう、こっちこっち、ここ見て。なんでタッチだけ。何じゃん。またやんの。そう親切やで。ナギ、タッチ、ナギ、タッチ、アップ、ここ。ナギ、こっち、ナギ、こっち、ナギ、違う。冷たいわ。おしゃれないな。海の倒しなんだね、何か。鼻に氷つけて。っていうあなたもめっちゃ凍りついてますよ。取れるかな。あ、ほんまやな、めっちゃついてきて、うわ。ね、これがね、取れないんだよね。
母ちゃん、はい。ここはなんていうところかな。山のなんとか山荘、いや、野の花山荘。野の花山荘っていうところの温泉に入りたいなと思って、これね前からね北アルプス大橋に向かっていく時に見えてたんですよ。で露天風呂ありますって書いてあって気になってたんで、今日は入ってみたいなと思います。で今11時前かな。で聞くと入れますよっていうことなので入らせてもらおうと思います。ちょっとお腹減ってるけどねさっきご飯やけどどうも空いてるみたいなので今入らせていただこうと思います。頭も洗ってへんしなそうやねんね。そう頭洗いますじゃあ温泉行ってきます。かわいいなここ。あ鹿さんか。本当にね、ほなみたいなぎに見えるわ。ね、なぎちゃんみたい。これかな。これかな。あ、ほなこれやね。かわいい。おじいちゃんだね。これおじいちゃんだね。あっちおばあちゃんやな。こっちおじいちゃんで、でこっちがおばあちゃんじゃない。こっちが女の人ってことじゃない。すごい可愛いところです。じゃあ温泉入らせてもらいます。ばあちゃん。はい。ここはすごかったね。いやめっちゃも良かった。ここはね、本当に隠れ家みたいな感じだな。ちょっと道から入っていかなあかんから、ちょっと入りにくい、外観がね見えないんですよ。だからね、何回もね、なんか入りたいなと思いながらね素通りしてきたんですけど、でもね。温泉もいいけどこの旅館の雰囲気がな大好き。おかみさんがすごい綺麗な方やから、なんかセンスでやってはるんだと思いますね。すごいね、どこも歩いててもな、廊下歩いててもなんかこう綺麗になんかこう目で楽しめるようにしてはるねんな。映画ね、ちょっとなんか結構なんていうの、個性的な絵とか、自然おじいちゃんとかおばあちゃんとかおばあちゃんのなんか絵とか、自然なものでなんかね、楽しませてもらって、なんか派手なね電飾があるとかそういうことではないんですよねもう特に何もないんですけど、まあこういうのセンスやな。自分たちがね仕事ですごく大事にしていることなんですけどね、こういう感覚的なところでこう刺激されるっていうのはね、よかったです。ここは本当に。でも設備も整ってるしね。整ってる。景色とかをね楽しみたいっていう、ただお風呂ジャボッと入るのは新山荘がいいよね。でもうここは景色も男性のお風呂はねちょっと壁があって景色があんまり見えなかったんですけど、女性のお風呂はすごい景色綺麗かったよ。綺麗かった。でシャンプーとかリンスとかも備え付けがあるんで、頭洗ったりもできますからね。ドライヤーもあるしね。使い分けたらいいよね。あっちも新山荘も新山荘ですっごいびっくりするような露天風呂ですからね。どっちもおすすめです。本当これはね。一度来てみてください。すごいね。いい感じ。ここから見える景色もいいよね。いい感じです。その景色はこんな感じ。じゃん、はい、めっちゃ良かったね。めっちゃ良かったです。花のそう野の花。野の花。野の花。野の花のそう。野の花そう。よかったね。すっごい良かった。ちょっと好きなとこだった。そうやな、母ちゃんああいうの好きやな。ああいうおかみさんが綺麗で上品でみたいな好き。自分キャーキャーやるくせに上品な。
女性見たらめっちゃ綺麗って騒ぎまくる憧れの綺麗な人やったな、ほんまに綺麗な人やった。すごいね。じゃあこれからねお蕎麦食べに行こうかなと思うんですけど、でも昨日の夜話してたんですけどね、飛騨牛を一人一つはいらないっていうか、一人ね一つは食べれないと思うんですけど、2人で1つぐらい食べれたらいいなと思ってて、なんかそれを探すのもいいかなと思って今まだ考え中です。まあお蕎麦か飛騨牛か、結果はこんな感じお蕎麦屋さんに来ました、はい、あそこさっきの道の駅奥飛騨温泉郷から32、3キロ走ったね。結構走ったね、はい、お蕎麦屋さんすぐ行きましょう。急がないと。そうだ、もうねラストオーダーが近いんですよじゃあ行ってきます。母ちゃん、はい、蕎麦屋さん菅生さん美味しかったね。美味しかった。めっちゃ美味しかった。本当に美味しかった。なんかあったかいお蕎麦もちょっと違うかったね。あとわさびがめっちゃ効いた。しいたけも美味しかったし。ここはね、わさびがね、最近わさびってそんななんかツーンと効くのってスーパーで買ったりするやつの話ですけどね、そんなのないなと思ってたんですよ。でもここのわさびは多分本物のなんか吸ってくれてるのかな、分かんないけど結構なんかね、ツーンときたね。めっちゃ久しぶりでしたもん。あんな子供の時あんな感じだったような気するんだけど、鈍なってるだけかなわさびね、お蕎麦はもちろん美味しかったんですけど、わさびとかがなんかこう付属されてるものが美味しかったっていう。美味しかったです。本当に美味しかったです。おすすめです。おすすめです。お蕎麦美味しかったね。今お蕎麦屋さんでってね、でこれからどこ行こうかなと思ってたんですけど、やっぱりね奥飛騨温泉郷がねよくて温泉もまだ温泉に入りたいなとかいろいろ思って戻ることにしますもっと高山市の方に行こうかなと思ったんですけど、ちょっとね街になってもねあんまりだから、平湯とかね夏に行ったところとかもあるんで、奥飛騨温泉郷の方だったら、で滝もあるしね、ただやっぱりそっちにこのお蕎麦はね食べたかったんでよかったんですけど、この先どうしようかなと思った時にもう一度同じところに戻ることにしますそっちで今日はまたゆっくりしたいなと思います。じゃあ戻ります。今日はね北アルプス大橋のところがめっちゃ気に入ってしまったからそこで公園のとこで車中泊しようかな、トイレあるしね。そうやね、キャンピングカーの中のトイレ、昨日からキャンピングカーの中のトイレ使ってるんですけどね、トイレの必要性がなくなったんで駐車できるところで邪魔にならなさそうなところでみたいなんで考えてて、でそれやったらちょうどなんか動物ちゃんの足跡あってんな。あったね、なんかもしかしたら会えるかもな無理かな寒い。晴れてるけど寒いな、やっぱり。そんな減ってなかったけど、ちょうど入れたお金で満タンになりました。ちょうどやった。寒いです。母ちゃん、はい、地元のスーパーがね、あったんで、はい、今日の夜の相変わらずの鍋の用意買いました。もう袋なかったんでこのまま持ってきました、ね、ちゃんとお金を払いましたじゃあ昨日の温泉
もう一回入りに行こうかな新山荘の温泉にもう、ね、めっちゃ良かったんでもう一回入って、でそこから北アルプス大橋の手前の公園の駐車場に行って、本番は車中泊としようかと思ってます。じゃあ行ってきます。そうなみたらし団子とかあるで。天ぷらまんじゅう、ソフトクリーム、天ぷらまんじゅう、エゴマとかもある。ファームって書いてるから、あ、ワンちゃん、あ、ボーダーコリア。え？おお。いいね、ぎちゃん。あー、かわいいね。女の子やって。あ、女の子な顔してるね。優しそう。わお、顔きれい。よしよし。あー、優しいね。半年ぐらい会ってないよね。会ってない。昔はね、回しあったんだけどね。かわいい顔。おとなしいね。おとなしい。今日はおとなしいですよ。さっきフードさんでやらかしたもんね。かわいい、お顔かわいいね。お顔がかわいい。わあ、かわいい。お名前なんて言うんですか？あ、なぎって言います。なぎさん。はい、なぎです。なぎさん。マリコ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 さんっていうの。マリコです。マメです。マリコさんっぽいでも。おとなしい。かわいい。なぎさん。なぎです。シュッとしてるね。よし、行こうか。じゃあ、ありがとうございます。母ちゃん、ここはスイカイドーム、道の駅スカイドーム神岡っていうところですね。で、さっきボーダーコリちゃんとキャンピングカーに乗られてる方のボーダーコリちゃんと会って、今そこでちょっと遊んでました。女の子やったね。かわいい子。かわいい子やった。面白かったです。じゃあちょっとね、なんか野菜が欲しかったんですけどね、野菜屋さんは休業日だそうで。母ちゃん、これなんか何ですかね、これ。宇宙科学館っていう。すごい。うわー。すごいな。上見てかわいい。なんか。あ、すいません。うわー、やめといて、恥ずかしいから。すごい。これは何が説明が欲しかったね。スポットライト。下を覗いてもらうと、ちょっと。うわ。すごい。マトリックスの世界やな。いいな。スカイドーム神岡を出発して道の駅、でこれからまた奥飛騨温泉郷に戻る。もうなんかあそこ好きやね。もうなんか好きやね。おったらなんかええなって本当に思うねん。閉めそうなっちゃう。本当にね。なんやろな、水もいいしさ、水がいいっていうのもだからあんまりかゆい言わへん。そうやね。家おったらかゆい。肌の調子もいいんですよ。だからね、やっぱりお水かな、空気かなとかって思ったりするんですけどね。じゃあ今からまた戻ります。ここはね、
行きも向こうに向かっていた時も気になって帰ってきた時も気になって、で前にここに鈴と来た時もねこのお店気になってっていうの、お米パンが売ってる、お米パンが売ってるのかな、そのお店というかなんて言ったらいいかな、カフェかな、カフェっぽいよね、もし売ってるんだったら買ってみようかなと思います。でももしかしたらここでしか食べれないとかそういう感じかな。農園のお米ね、なんかこういうの、コーヒー豆売ってんじゃない、売ってないかな。言ったら買えるかもね。こちらにありますって書いてあるけどね。あ、ごめん、ランチやってるんだ。冷凍やけど何もね、うん、美味しそう。米粉のロールケーキ、米粉。あとこれコーヒーのね引いてあるんですけど、コーヒーを買いました。これから買うこれから買います。景色がすごい綺麗。ここから橋だね。綺麗だね。いいところ。買いましたね。さっきは買う前でしたけど。買いましたね。はい、買いました。どんな感じ？ワニの蔵っていうなんかね、契約農家さんでお米とか作ったもの、でそのお米で作ったロールケーキ、生クリーム入りです。すごい冷凍で売ってるんですけど、1、2時間で解凍して食べれます。自然解凍で食べるって書いてあるね。食べれますね。でこれは父ちゃんが、コーヒーね。これ気になるって言ったんで、コーヒー豆が欲しかったんやけど豆はなかったんですよね、残念ながら。ラス1でしたね。楽しみでも、ちょっとねいい感じ。今日はそれとそれでちょっと。本当。